球場を包み込んでいた空気が、試合開始直前からどこか散らっていた。ロサンゼルス、ドジャース対カンザスシティ、ロイヤルズ。この日もドジャースの打線には、世界中の視線を集める男がいた。大谷翔平、先発メンバーが発表されると、スタンドから大きな歓声が巻き起こる。そして、その名前がコールされた瞬間だった。1番、指名打者、大谷翔平。球場全体から地鳴りのような拍手が響き渡る。大谷はゆっくりと打席へ向かった。表情はいつもと変わらない。静かだった。しかし、その目だけはちらった。相手投手をまっすぐに見つめ、バットを軽く握り直す。この日のロイヤルズ先発は、立ち上がりから力のある速球を投げ込んできた。初回、大谷の第一打席。カウントは1ボールにストライク。外角低めへ鋭く落ちる変化球。大谷は見送った。ストライク。続く4球目。今度は内角へ速球。大谷が一瞬だけ踏み込む。しかし、バットは止まった。ファウル。球場の空気が少しずつ熱を帯びていく。そして5球目。相手投手が選択したのは、再び外角への速球だった。大谷が振った。乾いた金属音ではない。ハーン。鋭い打球が宇宙からへ飛んでいく。観客が一斉に立ち上がった。しかし打球はフェンス手前で右翼手に捕球される。大谷は一塁へ走りながら、静かにヘルメットを押さえた。アウト。まだ試合は始まったばかりだった。だが、この時点でロイヤルズ側には一つの警戒感が生まれていた。大谷のスイングが明らかに悪くない。そして2回、ロイヤルズが先制する。先頭打者の二塁打をきっかけに、犠牲フライとタイムリーが続き、ドジャースは2点を失った。スコアボードには、0、2。ドジャースベンチもまだ焦げる様子はない。しかし、ロイヤルズの投手は勢いに乗っていた。3回、4回とドジャース打線を抑え込む。大谷も第2打席、第3打席でヒットを放てず、試合は徐々にロイヤルズのペースへ傾いていった。5回終了時点でスコアは0、3。ドジャースにとって嫌な展開だった。それでも、ドジャースのベンチには誰一人として諦めている選手はいない。そして6回、ついに流れが変わる。先頭打者が死球で出塁。続く打者がライト前へ運ぶ。無視1、二塁。スタンドがざわつき始めた。ここで打席に入ったのは大家ではない。ドジャースの中軸打者が鋭い打球を放ち、一塁走者が三塁へ進む。一死一、三塁。そしてタイムリーが飛び出した。入った。ドジャースが2点を返す。スコアは2、3。わずか1点差。球場の雰囲気が一気に変わった。さっきまで静かだったドジャースファンが立ち上がり、手拍子を始める。ドジャース、ドジャース。その声が球場いっぱいに広がる。そして6回裏、ロイヤルズの攻撃を三者凡退に抑えると、再び大家の打席が近づいてきた。7回表、西走者なし。大谷翔平、第4打席。球場の照明がグラウンドを照らす。大谷がバッターボックスに入ると、観客席からスマートフォンを掲げる人が一気に増えた。誰もが、この瞬間を待っていた。ロイヤルズ投手は初球から速球。外角。大谷は見送る。ストライク。2球目は変化球。ボール。カウント1、1。投手がセットポジションに入る。一度、二度とうなずく。そして3球目。内角高めへ、力のこもった速球。大谷の身体がわずかに開く。しかし、その瞬間だった。バットが一気に振り抜かれた。カキーン。打球はものすごい勢いで宇宙からへ飛んでいく。右翼手が1歩、2歩、3歩と下がる。さらに下がる。フェンス際。しかし、もう間に合わない。打球はそのままスタンドへ飛び込んだ。ホームラン。大谷翔平、第28号。球場が爆発した。うわー。観客が総立ちになる。大谷は一塁ベースを回りながら、打球の行方を確認する。そして小さくうなずいた。ベンチから選手たちが飛び出してくる。スコアは3、3。試合は振り出しに戻った。だが、このホームランは単なる同点弾ではなかった。ロイヤルズにとっては、完全に流れを奪われる一撃だった。投手はマウンド上で帽子のつばを触り、深く息を吐く。対する大谷はダグアウトへ戻ると、仲間たちと次々にハイタッチ。しかし、表情はまだ冷静だった。まるで、まだ終わっていない。そう言っているかのようだった。8回、両チームとも得点できない。9回表、ドジャースは勝ち越しのチャンスを作る。一死から死球。続く打者がヒット。一死一、二塁。そして、またしても打席に大谷が回ってきた。球場が異様な静けさに包まれる。大谷、大谷。あちこちから声が飛ぶ。ロイヤルズは当然、勝負を避けることも考えられる状況だった。しかし、
投手は大谷との勝負を選んだ。初球、外角へ速球。大谷は見送る。ボール、2球目、低めへの変化球。大谷がスイング、ファウル、カウント1、1、3球目、さらに外角へ。大谷はバットを出さない。ボール、2、1。スタンドの観客が固唾を飲んで見守る。投手がセットに入る。そして4球目、高めへ入ってきた速球。大谷が踏み込む。強烈な打球。しかし今度はフェンス直撃の二塁打。走者が一気にホームへ帰ってくる。ドジャースが勝ち越し。4、3。大谷は二塁ベース上で拳を握る。これで第29号ホームランではない。しかし、試合を動かす重要な一打だった。そして9回裏、ロイヤルズが意地を見せる。西から連打。さらに死球。満塁。球場が静まり返った。ドジャースはあと一人。しかし、ロイヤルズもあと一打で逆転サヨナラという場面。フルカウントから投じられた速球。打者が振る。空振り三振。試合終了。そう思われた。ところが、その直前に星がボールを後逸。三塁走者がホームへ突っ込む。間一髪。アウト。ドジャースが逃げ切った。だが、この試合にはまだ続きがある。なぜなら、大谷翔平の物語はここで終わらなかったからだ。次の試合。そして、その次の試合。大谷は再び打席に立つ。第29号。そして第30号。その2本だ。まさかこの先のドジャースを大きく変えることになるとは、この時点では誰も想像していなかった。そして、運命の瞬間が近づいていた。そして、運命の瞬間が近づいていた。次のカード。ドジャース対ロイヤルズ。前日の激戦を終えた両チームは、再びグラウンドに姿を現した。試合前から球場には独特の緊張感が漂っていた。もちろん、その中心にいるのは大谷翔平だった。前日の第28号に続き、今日も一発が飛び出すのか、ファンの期待は高まるばかりだった。スターティングラインアップが発表される。そして一番の名前がスクリーンに映し出された瞬間、球場が大きく沸いた。大谷翔平。大谷はベンチからゆっくりとグラウンドへ出ていく。軽くストレッチをして、バットを振る。その姿を見つめる観客。誰もが知っていた。大谷が一度火をつければ、試合そのものを変えてしまうことを。試合開始。ロイヤルズは初回から積極的に攻めてきた。先頭打者がヒット。続く打者が送りバント。一死二塁。さらにライト前へのタイムリーが飛び出し、ロイヤルズが先制した。0、1。ドジャースは追いかける展開となった。しかし、その裏、大谷が打席に入る。球場全体が一気に騒がしくなる。ロイヤルズ投手は慎重だった。初球は外角低め。大谷は見送る。ストライク。2球目は内角への速球。大谷はファウル。カウント0、2。投手有利の状況。だが、大谷は焦らない。バッターボックスの中で静かに構える。そして3球目。低めへ鋭く落ちるスプリット。大谷がバットを止める。ボール。4球目。外角への速球。大谷が強く振り抜いた。打球はセンター方向へ飛んでいく。センターが前進する。しかし打球は落ちる。ヒット。大谷が出塁すると、球場から大きな拍手が起きた。これだけでは終わらない。続く打者が送りバント。一死二塁。さらにタイムリーが飛び出し、ドジャースが同点に追いついた。1、1。試合は振り出しに戻る。その後、両チームの投手が踏ん張り、試合は投手戦へと変わっていった。2回、3回、4回。両チームとも得点を奪えない。大谷も第2打席では死球。第3打席ではファウルを重ねた末に三振。ロイヤルズの投手は、大谷に対して徹底的に低めを攻めていた。しかし、それでも大谷の存在感は消えない。打席に立つだけで守備陣が深くなる。投手はセットポジションに入る時間が長くなる。ベンチでは何度も守備位置の確認が行われる。まさに、一人の打者が試合全体を動かしていた。そして5回裏、ついにその瞬間が訪れる。ドジャースが一死一塁のチャンスを作った。打席に立つのは大谷。球場が静かになる。先ほどまでの歓声が嘘のようだった。投手がサインを見る。一度、首を振る。もう一度確認。そして投球。外角への速球。大谷は見送る。ストライク。2球目。低めへの変化球。大谷が振る。ファウル。0、2。追い込まれた。ロイヤルズベンチから拍手が起きる。しかし、大谷は全く動じない。バットを構え直す。投手が投げる。今度は内角。大谷がわずかに身体を引きながらバットを振り抜いた。カキール。打球が高く舞い上がる。左中間へ。左翼手が追う。センターも追う。しかし、
打球はどんどん伸びていく。フェンス際、外谷がジャンプする。届かない。ホームラン。大谷翔平、第29号。球場が揺れた。一瞬、誰もが言葉を失った。次の瞬間、うわー。大歓声が爆発する。大谷は一塁を回る。そして二塁、三塁、ホームへ。ベンチから仲間たちが飛び出してくる。大谷がホームベースを踏んだ瞬間、ドジャースの選手たちが一斉に駆け寄った。2、1、ドジャースが逆転した。大谷はヘルメットを脱ぎ、仲間と笑顔で抱き合う。スタンドではファンが大谷の名前を叫び続ける。翔平、翔平、翔平。球場中がその名前で埋め尽くされる。しかし、試合はまだ終わっていない。ロイヤルズは6回表に反撃する。先頭打者が二塁だ。続く打者が死球。無視1、二塁。ここでドジャースの投手が踏ん張る。三振、内野ゴロ。そして最後は外野フライ。無失点。ドジャースがリードを守った。7回、8回と試合は進む。スコアは2、1。わずか1点差。球場にいる誰もが緊張していた。そして9回、ドジャースは追加点を奪えない。ロイヤルズ最後の攻撃。先頭打者がヒット。スタンドがざわつく。続く打者は犠牲バント。一死二塁。同点のランナーが得点圏へ進んだ。さらに死球。一死一、二塁。ロイヤルズベンチは攻撃の手を緩めない。次の打者。強烈な打球が最優からへ飛ぶ。ショートが横っ飛び。捕球。二塁へ送球。アウト。さらに一塁へ。ダブルプレー。試合終了。ドジャースが2、1で勝利した。大谷の第29号が決勝点となった。球場は歓喜に包まれた。だが、試合後の大谷は意外なほど冷静だった。まだまだこれからです。そんな雰囲気を漂わせながら、チームメイトと勝利を喜んだ。そして数日後、再びドジャースとロイヤルズが対戦する。この試合が、後に語り継がれることになる。試合前、大谷はいつも通り打撃練習を言っていた。しかし、スタンドから見ていたファンは気づいていた。この日の大谷は、明らかに打球の角度が違う。右翼方向へ放った打球が、次々とフェンスを越えていく。左中間、センター、右中間、どの方向へ打っても強烈な打球が飛んでいく。ドジャースの選手たちも驚いた表情で見つめる。そして試合開始。ロイヤルズは初回から得点。ドジャースも2回裏に同点。さらに4回、ロイヤルズが2点を追加。スコアは1、3。ドジャースは再び追いかける展開となった。5回裏、大谷の第3打席。一死二塁。ロイヤルズ投手は勝負を避けようとする。初球、内角へ大きく外す。ボール。2球目も低め。ボール。3球目。今度は内角へ。大谷が振り抜く。打球はライトへ。ライトが交代する。しかし、これはフェンス手前で捕球された。大谷は悔しそうに息を吐く。そして6回、ドジャースが1点を返す。2、3、さらに7回、相手投手の制球が乱れ、西満塁。ここでドジャースの中軸が打席に入る。初球、打った。センター前。2人が生還。ドジャースが4、3と逆転した。球場は大興奮。しかし8回表。ロイヤルズが再び追いつく。4、4。試合は完全に振り出しへ戻った。9回、両チーム無得点。延長戦へ突入する。そして10回、ロイヤルズが勝ち越し点を奪う。4、5。ドジャースは1点を追う。10回裏、先頭打者が出塁。続く打者もヒット。無視1、2塁。球場が再び沸き始める。そして打席には、大谷翔平。この瞬間、球場の空気が変わった。誰も座っていない。観客全員が立ち上がっている。ロイヤルズはマウンドに投手を集める。守備陣も位置を確認。内野手は一歩後ろへ。外野手もフェンス際まで下がる。しかし、大谷は静かに打席へ入った。バットを構える。投手がサインを見る。初球、速球。大谷は見送った。ストライク。2球目。スライダー。ボール。1、1。3球目。高めの速球。ファウル。1、2。追い込まれた。球場全体が息を飲む。投手がゆっくりと振りかぶる。そして、投げた。外角高め。大谷が踏み込む。バットが出る。完璧に捉えた。カキーン。打球は高々と舞い上がった。ライトへ。いや、右中間へ。外野手が追う。しかし、その足ら止まった。打球はどんどん伸びていく。フェンスを越えた。ホームラン。大谷翔平。第30号。逆転サヨナラスリーランホームラン。球場が完全に爆発した。5から、一気に8、5。
まさかの劇的逆転。大谷はバットを投げることもなく、打球をしばらく見つめた。そして、一塁へ向かう。スタンドからは信じられないほどの歓声が響く。二塁へ、三塁へ、そしてホーム。チームメイトが待っている。大谷がホームベースを踏んだ瞬間、全員が一斉に飛びついた。ヘルメットが飛ぶ。タオルが舞う。歓声が響き渡る。大谷は仲間たちに囲まれ、何度も肩を叩かれる。この日のヒーローは間違いなく大谷翔平だった。第28号、第29号、そして第30号、3本のホームラン。そして、その最後の一発が試合を決めた。しかもただのホームランではない。延長10回、1点ビハインド、無視1、2塁、そしてサヨナラスリーラン。まさに劇的という言葉以外では表現できない一打だった。試合後の球場インタビュー、大谷がマイクの前に立つ。観客はまだ興奮から冷めていない。翔平、翔平。大谷は少し照れたように笑う。そして、チームが最後まで諦めなかったことが一番大きかったと思います。と語った。だが、会場の興奮は収まらない。実況席ではアナウンサーが声を震わせていた。信じられません。これが大谷翔平です。第30号、そしてサヨナラスリーラン。スタンドではファンがスマートフォンを掲げ、歴史的瞬間を撮影している。SNS には試合終了直後から映像が次々と投稿される。何という試合だ。最後の一球が完璧すぎる。大谷がまた試合を決めた。